はい、今ね緊急で動画回してて、僕が撮ったバスがまさかのね、前日のやつで、なぜか勘違いして、はい、前日のやつをね撮ってしまって、まさかの途中で降ろされてなんです。飛行機の時間が結構ギリギリで、飛行機がね出発が11時なんですけど、もうね飛行機の近くのバスがなくて、仕方なく少し離れた町に止まるバスを一応取りました。ちなみにもしね飛行機を逃すと、約4万5千円ぐらいね、無駄になります。なんならね予定が全部崩れるんで、予約キャンセル料もかかるんで、もうね金めちゃくちゃ飛びます。ガチでやらかした。もう自分に切れそうです。でちょっとヒッチハイクとかも考えたんですけど、ちょっとさすがに難易度高すぎるかなって思ってやめました。とりあえずねできることだけやってみます。ごめんなさい、寝てるのに喋ってごめんなさい。はい、今ね降ろされて何かなって思ったらね、まさかの荷物検査です。狭い入り口にこの大量の人、頭悪いのかな。はい、ということで今終わったんですけど、もうねやる意味ないです。警察の人ね全然見てない、モニター全然見てない。でねどんどんもう後ろからねゴミのようにね、バッグが来て、マジで無意味ですこれ。でねまさかのねこれのせいで、2時間遅れです。終わりました完全に。はい、あれからね2時間経ちました。進んだ距離はね数キロです。また止まり出しました。今の時間がね7時半で完全にね終わりです。ほんと最後の最後でねエジプトを感じさせるっていう、もう最悪マジで。でね運転手は説明なしでねどっか行きました。はい、現地の人に聞いてもね分かんないっつってます。はい、ちょっとね今休憩ねめちゃくちゃ長くて、なんでだろうと思ってね見に来たらですね、はい、飯食ってます。ガチでやばすぎる。遅刻してるっていうさ認識がないのかな。マイペースすぎる、きしょい。はい、皆さんこんにちは。無事ね到着しました。でね到着した時間何時だと思いますか。深夜の2時に出発して6時間から7時間でね着くって言われて、到着した時間昼の2時です。マジやばすぎない？なんでそんな遅延する？5時間の遅延ですね。で12時間のバス移動です。意味がわからないです。でね後もね、警察がね3回ぐらいねパスポートをね見にね中に入ってきて、もう本当にね泊まりに泊まってめちゃくちゃ時間食らいました。はい、2時間ぐらいのね遅延だったらねまだ間に合ったんですけど、遅れても大丈夫だったんですけど、まさかの2時に着きました。はい、はい、その結果ね、全部のね航空券がチャラになりました。トータル金額、5万円です。はい、今回ゴーバスっていう有名なねバス使ったんですけど、遅延に関してはね一切謝罪はなく、むしろね逆ギレみたいな感じで、なんかできないよみたいな感じで言われました。遅延証明書みたいなのね書いてくれみたいな言ったんだけど、それすらもダメで、5時間の遅延してるんだからなんとかしろよみたいな感じで言ったら、5時間はノーマルだみたいな、私たちは悪くない警察が悪いみたいな、そのバスを止めるね警察が悪いみたいな言ってきて、もう意味がわからん。はい、もうゴミです。一生使わないです。もうね今すぐにぶち殺してやりたいんですけど、保険も多分降りないと思うんで、お金はね多分戻ってこないです。最悪です本当に。飛行機もねチケット調べたらね直前でね6万6千円が最低ラインで、調べに調べまくったら奇跡的に見つけて、乗り継ぎでなんかよくわかんない国のちっちゃい飛行場みたいなところから出るやつを別々でね取ったら、まさかのね2万円いかないぐらいでね取れました。本当にね奇跡です。次ノルウェー行くんですけど、ノルウェーの電車をねもう取っちゃってて、片道2万ぐらいするんですけど、結局ね鉄道はキャンセルしました。鉄道のやつ回せるとトータル航空券も入れて3万円ぐらいの損失ですね。航空券がね安いやつが本当に見つかって奇跡的に良かったです。でねバス乗る前もね実は体調がね悪くて気持ち悪いみたいな感じがずっと続いてて、でそれプラス飛行機間に合うかのストレスでもうなおさらひどくなってて、なんかあれですかね、飛行機がもしかしたら墜落してたのかもしれないですね。はい、
そういうことにします。そうじゃないとね、メンタルが持たん。もう日本帰りたいです、本当に。もうということで、今からね飛行機乗ってノルウェー向かいたいと思います。はい、ちょっとね状況が変わって熱っぽくて寒気がちょっとするんで、ちょっとね病院行ってきます。っていうのも、シワに行った時に実は砂漠で蚊に刺されてて、ちょっと怖いなとか思ってたんですけど、調べたらマラリアかデング熱の可能性があるらしくて、でね、もしそれだった場合治療しないと死ぬということで、ちょっとねさすがに病院に行ってきます。これでね入院とかになった場合、また航空券がねチャラになるんですけど、ちょっと命の方が大事ということで、とりあえず今からね向かいます。はい、ということで病院行ってきたんですけど、衝撃です。病院行って症状をね言ったんですよ。そしたら熱も測らず紙だけ渡されて、薬代だけかかりました。はい、でね、とりあえずね薬はもらって、2種類のね薬もらって、金額がね200エジプシャンポンドでした。はい、めちゃくちゃ安いです。蚊の場合ね、初期症状はあんまり普通の熱と変わらなくて、どんどん放置すると悪化して死に至るっていう病気なんで、めちゃくちゃ怖いんですけど、病院の人がね結構適当でした。で、体温だけ測っていいかって言ったらね、いいよってことで、体温一応7度5分で、想像通り微熱ではあったんですけど、ちょっとね体だるすぎて、はい、ちょっと不安ですね。本当は今日空港泊する予定だったんですけど、さすがに死ぬよねっていうことでホテル取りました。でね、一番安いホテルがね3500円で、こちらです。はい、これがね最低ラインのホテルで、めちゃくちゃなんか無駄にエロいです。はい、ということでね、これ多分飲めば明日には元気になってると思うので、また明日お会いしましょう。バイバーイ。はい、ということでね、朝になったんですけど、熱は少し下がった気がします。とりあえずね、朝ごはん行ってきたんで、薬とりあえず飲みたいと思います。オロナミン C の匂いがする。うまいんじゃないか。色はね、ピンクです。甘っ。あれ今何回だっけ？ラストかな次。じゃあ最後いただきます。ホテルにね、また泊まれるのはあと2日後で、ちょっと飛行機の関係でね、空港泊と深夜列車で寝るって感じです。あと2日ね。で、その後にやっとホテル泊まれるって感じです。結構トップレベルでノルウェーは行きたかった国なので、意地でもね、行きたいと思います。ということでね、この動画が良かったら、良くはないな。はい、事件です。今日乗る飛行機、僕乗れないみたいです。もう意味がわからない。で、乗れない理由をね、聞いてるんですけど、ジョージアのね、警察と同じ感じで、すごい嫌々説明する感じで、詳しい内容を教えてくれなくて、搭乗口にいた人3人に全員聞いて、最後聞いた人がちゃんと説明してくれて、なんかね、エジプト謎のルールがあるらしくて、多分僕が買ったチケットがジェット機なのかなわかんないけど、3種類の空港からしか出国できないって言われて、なんで？なのでね、搭乗はできないって言われて、買い直しです。はい、飛行機乗れなくなった関係で、世界でね、一番美しいって言われてるノルウェーにあるフロム鉄道っていう鉄道に乗れなくなったのと、フィヨルドっていう絶景をね見る予定だったんですけど、はい、それがねなくなりました。マジで最悪です。はい、なのでね、キャンセル料だけ払ったただのバカになりました。時間がもうなくて、ノルウェーのオッタっていう場所に着きたくて、はい、明日かね明後日の朝着かないといけなくて、今日の深夜出発のやつしかなくて、仕方なくねその深夜出発のやつ、たまたまあったからよかったんですけど買って、で金額がね4万円でした。なのでね、合計なんと12万以上の出費です。もうガチでやらかしてるわ。3種類の空港会社からしか出国できないって何？もう意味わかんない。ちょっと次取った航空券もね乗れるかわかんないんですけど、もう乗れなかったら世界一周やめます。ノルウェー行くだけでねこんな金が飛ぶとは思わなかったです。でノルウェー自体でもね金がめちゃくちゃかかるんで、もうほんと最悪ですね。しかも体だるいし、エジプトね他の
海とか遺跡とかね、観光する場所は最高だったんですけど、ほんとね、9割の人がゴミで、1割の人しか優しい人いなくて、本当にね、人で損してました。殺しても多分ね、大丈夫なぐらいゴミです。もったいないですよね。さあ、行くぞ。はい、心臓バクバクしながらね、やっとね、航空券取れました。はい、ということでね、無事に搭乗できました。今からね、イスタンブールまで向かって、そこから乗り継いで、ノルウェーのね、オスロまで向かいます。はい、ということでね、僕が惨めだなとか、バカだなとか、少しでもね、面白かったら、チャンネル登録とね、高評価、よろしくお願いします。またノルウェー編でお会いしましょう。バイバーイ。